日本人の本当美学というかそういうのがあるから、そういう文化を伝えていく、それがまあ使命だと思ってますので、はい。12月2日朝の朝礼でございます。おはようございます。おはようございます。今日初めて大勢様でいらっしゃいます。期待に応えられるようにしっかり準備して皆様をお迎えしたいと思います。今日で140名ぐらいです。夜の講演会が一番で、あとお昼のコースです。 This room isn't just for dining. It's where food, space, and tradition meet. 余興など、踊りなどをご披露する舞台としてしつらえてございます。数がたくさんあるんで、それ数が大変なんですけど、でやっぱり同じように仕上げなくちゃいけない。120人前を同じ形でちゃんと仕上げるのがやっぱプロなんで、そこが家庭の料理と違うところなんで。和食 is not only about taste, it's about how you welcome people. 日本料理っていう、私の職業が、って考えた時に、日本料理のいいところってこの文化の総集のような気がして、一歩入ってからこのお庭があって、いろんなものをこう見て、触って、あといろんなお軸、その他しつらいがたくさんありますけど、料理だけじゃないんですよね。器もしつらいも、あとお姉さんのサービスも、全てがこう重なって、やっとお客様に満足してもらうで、それをお客様もぜひ楽しんでもらいたいんですよね。味ですけど、いろんなものを感じて楽しんで帰ってもらいたいなっていうのがあるんですよね。うなぎが一番看板メニューみたいに当たるんですか？一番特徴のあるお料理の一つです。うちはもうパワーオーナーっていう話とか一緒に泳がせてしまうと、実は手ぬるいをしてしまって、とても養殖が難しいお魚。ナマズのたたきというお料理。ナマズ freshwater catfish is a local specialty here in Yoshikawa. Every part is carefully chopped, shaped, and fried. It's a dish that takes time and commitment. メジャーな魚自体って結構作るのにコストがかかるんですよ。結構高いものを私で8代、父が7代。私で7代目なもんですから、約180年ぐらいの創業とされてますけど、中川のほとりで、船着き場、そこには人が集まりますから、私どものような料理屋が何軒もできたんだろうというふうに思いますね。私生まれた時店で生まれたんですよ。もう衣食住ずっとお店の中でしてました。もう暗いうちからみんな仕事しだしてですね、私起きるともう従業員の方みんないたっていうのがその頃だったんですよ。みんなチームプレーでまとまってなんかわちゃわちゃしてて、大変そうだけど、楽しそうだなっていうのがありました。お料理の仕様に入ってから厳しい世界なんだなっていうのが分かりましたけど、急にお前8代目だぞって言われたわけじゃなくて、もう生まれてからずっと8代目なんで、すごくプレッシャーに感じたことはあまりなくて、どちらかというと本当に、従業員の方にこう、協力してもらってどうにか成り立っているっていう感じなんで、なんですかね、私がどうにかしなくちゃいけないみたいなんじゃなくて、もうみんながどうにかしてくれてるんで、それに感謝しながら、みんな商売してるって感じですよね。クラブ気が楽にそうですか。みんなで一生懸命やってもらってるんで、安心してますよ。聖なれも大変だろうなと同じで、これからどうしようっていうのをいつも抱えてますからね。
まあ今年は応援団だね、今日は。はい。頑張れ頑張れですね。コロナみたいなことは、これ大変でしたね。お客様もお見えにならないし、ですからコロナが終わって新しい次の時代が変わったわけですから、そこでどういうふうにしてくじ屋がねをやっていこうか。コロナの時にやはり持ち帰りになるお席がだいぶ増えたので、こちらカウンターと電子席がこちらはございまして、コロナの時にこういった形態をちょっと改築しまして。When guests stopped coming, they didn't stop cooking. They changed to survive. 生きるって結構ね、楽しいばっかりじゃない、苦しいばっかりでもないんですよ。若い時はね、まあ60か65、6になったらもう仕事から離れてね、あとは任せて気楽に生活したいななんて思ったこともありましたけど、その年になってみるとまだまだ働けるし、それでも2日も休んでるとなんか体がなまっちゃってね、早く動きたいなと思ったりするんですけど、まあ78って言いますけど、まあ、健康でさえいればうちの仕事、うちのね中でする、昔からやってる仕事ですので、それは何の苦もないですから働くことが好きなんでしょうね。まあ大変さもありますけど、まあ、楽しさって言いますかね、お客様に喜んでいただいて、しかもお題をいただいてね、仕事ができるってことはありがたいと思っておりますけど、この今の建物約10年ぐらい経ちますけど、とても私は自分の夢が叶ったようなんですけどね、これをさらにこう良くしていこうとか、そういうことが自分の生きがいでしょうかね。そんなことをいつも考えていますから、影響しちゃうわけにいかないですね。いいのか悪いのかね、先代も先々代もその先祖もずっとそんな風にして働いてきたんだろうというふうに思いますね。For washoku, the work is done long before the food is served. The final moment is just the result of everything before it. 準備は完全にしとくんですけど、最後の仕上げだけは直前でやると。これが、まあ、人数3人出すのと120人出すのでは、わけが違うので、それはいろんなテクニックがあるんですけど、それを駆使して、熱いものをできるだけ熱くです。This is how culture is served to 120 people, all at once. Thank you for watching. Thank you so much. In the next episode, we will focus on 2 young female chefs at the same restaurant. And eat. Yes, Japanese eel. Please subscribe and we will see you in the next video. Yeah. Bye bye.